こんにちは。銀座成功堂斉藤久志です。日本刀の美、今回は職人さんを訪ねていきたいと思います。京都で活躍中の若い研ぎ師さんからいろいろな話を聞いていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。大門さんにとってこの研ぎの魅力みたいなのっていうのは何なんでしょうか。錆びてしまった刀をどんどんきれいにしていって最終的に美しく仕上がるということが純粋にとても好きで楽しいので研ぎをやっていますし、それが魅力だと思います。あと例えば刀鍛冶さんが打ったばっかりの刀、打ち下ろしの刀とかって刀の形はしてるんですけれども、働きだったりとか刃文だったりとかってまだ見えない状態なので、それがどんどん見えるようになっていって一つの作品になるっていうのの一つの手助けをさせていただいているという感覚もとても楽しくて、それも魅力だと思っています。研ぎ師さんですとやっぱこの砥石っていうのが本当に大切なものだと思うんですけども、ね、材料がなかなかがないというふうにも聞いてるんですけども、その辺状況みたいなのはどうなんでしょう。研ぎで使う砥石って今では人造で作られた砥石が本当に優秀なので、基本的には途中までその人造砥石で可能なんですけれども、仕上げに関しては絶対に天然の砥石が必要で、その天然の砥石は本当に枯渇してますし、若い方が新しく研ぎを始めようと思ってもいい砥石はなかなか探すのは難しいのが現実でして。で僕もすごく苦労はしてるんですけれども、実は内曇り砥石ではなくても、例えば他の山の全く違う層の砥石でも同じような、もしくは内曇りよりもいい効果が得られるような天然砥石っていうのも実はあるとは思ってまして、でそういうものを研ぎ師が各々でちゃんと探していくっていうのもこれからとても大事なことなんじゃないかなとは思ってます。実際に大門さんはそういう意思は試されたりはしてるんですか。すごく試してます。内曇り砥石に匹敵するいい砥石もたくさんありますし、実際仕事でもよく使いますし。そうですか。刀の形を整える成形をするという段階ではこっちの台を使っていて、仕上げをする時はこの粗い砥石の粉とかが入らないように仕上げの台を分けてます。こちらで使う砥石は粗い砥石、粗砥から中仕上げまで使うんですけど、金剛、瓶水、海星、中名倉、小名倉とどんどん細かくなっていくんですが、刀の研ぎの中では粗い番手の方の砥石をこっちで使います。粗い砥石からどんどん細かくなっていって、金剛、瓶水、海星、中名倉、小名倉、どんどん細かくなっていって、最終的には下地研ぎの段階ではこれぐらい表面に近いような細かさまで行います。こちらの台で仕上げを行います。仕上げっていうのは
内曇り砥石という段階以降の仕上がりまでをこちらの台で行います。内曇り砥石というところから始まって、内曇りの中でも少し粗い刃度、細かい地度を行って、刀の刃文であったりとか地肌、働きを引き出して、細かい砥石を使うことでどんどん刀の働きを引き出して、最終的には仕上げという段階まで進みます。大門さん、本当にお若いんですけども、この職人さんの世界って私もやっぱり知る限りなかなかちょっと若い方が少ないかなというふうに思うんですけど、その辺どう思われます？研ぎ師に限らず、いろんな刀職、幅木とか鞘もそうなんですけれども、一般の方々のイメージって、その職人を目指して食べていくことが難しいって思われる方が非常に多くて。ああ、なるほどね。なので、若い方がなかなか入ってこれない世界なのかなとは思うんですけれども、実際は本当に実力があってしっかりといい仕事ができるのであれば、ちゃんとした生活はできますし、本当に、やりがいがある仕事なので、これからどんどん若い職人さんが増えていけばいいなとは思います。本当に若い人が今少し少ないんで、本当にこれ業界、刀剣界の大きな本当に問題だなというのは私もね、以前からすごい感じてて、ですから若い人にね、興味を持ってもらえればなという、そんなこともあって、今例えば本能寺の宝物館の方でずっと仲間とみんなで今展示会なんかもやってるんですよね。ですから本当に刀に興味を持ってもらって、この職人さんの職家さんの世界にどんどんもっと若い人が参入してきてくれるとね、ありがたいなっていうふうにね、本当に思うんですよね。すごく活躍されてて頑張ってらっしゃると思うんですけども、この将来、ご自分でどんな職人さんになりたいかというか、目標、そんなものがあったらちょっとお話しいただけると。今後研ぎ師としてもちろんもっと上手くなりたいですし、いい刀もたくさん研ぎたいとは思ってるんですけど、研ぎって本当にこだわって研ぎをやってる研ぎ師でも良し悪しって実は分からないこともすごいたくさんあって、多くの方に理解していただくのってすごく難しいことだと思うんです。でもそれを言い訳にせず、多くの方に刀って綺麗だな、かっこいいなって思ってもらえるようないい研ぎをできるようにこれからも頑張っていきたいなと思ってますし、そうしていく過程で最終的にはやっぱりすごい研ぎ師の方とか、自分の師匠である玉木さんのような研ぎができるようになるだったり、無感さを目指すとか、大きな目標はもちろん持ち続けていきたいなと思ってます。で研いでる。